皆さんこんにちは、角鹿のりこうです。今日はですね、秋のお花をふんだんに使ったこの時期ならではの華やかな盛り花を一作生けていければと思います。それでは早速本日の花材がこちら。はい、ということで今日は華やかですね。これ全部 NHK の草加で使ったお花になりまして、今日は YouTube 用に皆さんにも楽しんでいただければなと思ってたくさん持って帰ってきちゃいました。このチャンネルで初めての花材も何種類かありまして、まずこれがパンパスグラス。初めてですね。ススキに似た方をつけるのが特徴的になりまして、これ一度生けたのでもうすでに短いんですけど、本来ですと売られてる状態でもかなり長いです。またご覧になってわかるように、ススキよりかなりサイズ感でかいですよね。この動物の毛のようなふわふわっとした感触がとっても気持ちいいんですけど、切り花の状態でこんだけ大きいので、野生の状態ですと高さ3メートルぐらいにもなるんですって。いわゆるススキの化け物みたいなものでして、俗名でもお化けススキなんて呼ばれてるそうです。原産地は南アメリカになりまして、そこにパンパスと呼ばれる大草原がわーっと広がってるんですけど、そこに生えてたグラスということでパンパスグラスと名付けられたんですって。ちなみにグラスというのは細い葉っぱをつける植物の総称になりまして、スチールグラスとかイメージしやすいと思うんですけど、実はススキやこのパンパスグラス、あとは乳採卵とかもグラス類として含まれています。これはもう完全にドライになってしまっていまして、こうやって枯れてもすごく美しい姿を保つので、お部屋のインテリアとしてドライフラワーとしてもとっても人気の植物になります。このパンパス見るとやはり秋が来たなーなんて感じますね。ちなみに生えてる状態はこんな感じになりまして、もうボーボーですわ。続いてこちらも先ほどから映っていたなかなか面白い植物なんじゃないかなと思うんですけど、これは羽毛ゲイトウですね。ケイトウというとこういったタイプが一般的になるんですけど、こちらの一般的なケイトウと比べて、このケイトウは先ほどのパンパスグラス同様、まさに羽毛のようなふわふわっとした花枝をしていることから羽毛ゲイトウなんて呼ばれています。ケイトウにも他にいろんな種類がありまして、槍の形をしていることから槍ゲイトウだったり、あとたまたまこれも持って帰ってきたんですけど、ショート用に撮ろうかななんて。これもケイトウの仲間になるんです。これはアマランサス、別名、紐のようなケイトウに見えることから、ヒモゲイトウなんて呼ばれています。このヒモゲイトウ私大好きなんですけど、ショートでそのうちアップされると思うので、ぜひね、そちらも合わせてお楽しみいただければと思います。で、羽毛ゲイトウと槍ゲイトウって結構似ていまして、もうちょっと柔らかい感じでふわふわっと広がりのある羽毛ゲイトウもあれば、これはどちらかというとツーンと尖ったような槍ゲイトウに近い羽毛ゲイトウだなぁなんて、この真ん中のも槍ゲイトウっぽいですよね。お花って今いろんな種類を掛け合わせて新しい品種っていうのがどんどん生まれてるので、厳密にここから槍ゲイトウで、ここから羽毛ゲイトウだっていう線引きというのは、なかなか今難しいんじゃないかなぁなんて、そんな風に思ってるんですけど、ちなみにこの黄色い部分が花だと思ってる方結構いると思うんですけど、これは実は茎が変化した部分にあたるそうでして、花はこの根元のちっちゃい白い部分になるんですって。なんかつぶつぶついてますよね。これもこの羽毛ゲイトウの一つ面白い特徴なんじゃないかなと思うんですけど、実質この色のついた部分が花でいいと思うんですけどね。この黄色い花綺麗って言った時に、違うよ、厳密にはこれは茎なんだよつってね、うるせえってなりますよね。続いてこちらも秋を代表するお花、ワレモコウ。これも私大好きなお花になるんですけど、この黒いポンポンとしたものが花に当たるんです。ちょっと見えるかどうかわからないんですけど、カメラよくしたから見えますなぁ。この黒い塊が一つの花に当たるのではなくて、実は小さい小花が密集して一つのこういったポンポンとした形を作っているんです。このワレモコウをテーマにした動画も一つ上げてまして、いろいろと詳しくご紹介しているので、今日は詳しい内容は割愛。続いて4種目。こちらも私初めていけるんですけど、バーノニア。綺麗な紫色の小花をたくさんつけていますね。市場で見つけて一目惚れして買ったんですけど、こうご覧いただくとすごく野趣に富んでると言いますか、こういったいかにも生産者が作ったというお花ではなくて、野生に生えているようなそんな趣を感じます。で、花はですね、こんな感じで小花をつけてるんですけど、皆さんいかがでしょうか？近くで見ると一輪一輪がどこかアザミのお花のように似てるなぁと。でもこうやって離れてみると秋を代表するフジバカマのようにも見えますね。で、時期的にも夏の終わりから秋にずっと咲いてるそうなので、色合いといい、この野生味といい、今日の秋のお花にぴったし合うかなと思って選んでみました。園芸としても秋のガーデンにぴったしだそうでして、好んで育てられてるそうです。最後にこちらが綺麗なダリア。これは一年中出てるお花になるんですけど、色合いがとっても秋らしくて今日のお花に合うかなと思って選んでみました。普段はもうちょっと花材が少ない状態でお花いけてるんですけど、今日はね、かなりモリモリなので、どうやって綺麗にまとめていくか、そんなお話も実際に生けながらできればと思います。
そして本日の器がこちら、オリーブ焼きのシンプルな水盤ですね。うちの家元が作ったものになるんですけど、いわゆるこういう水盤に剣山などの花留めを使っていけるのを盛り花なんて言うんですけど、最初にお伝えしたように秋の華やかな盛り花いけていきたいと思います。よし、そしたら早速いけていきましょうか。まずこちらの今日の花材ですと、一番主役になるのはこのパンパスグラスかなというところで、こちらをいけていく。なるべく同じ高さで揃ったりとか、あと植物がピーンとまっすぐ立つよりは、斜めに傾けることで味わいなどが出てくるので、そうやって少し長短や角度を意識しながら2本をいけていきます。もうこれは完全にドライなんでね。2本目は短くしていけていきます。こんな感じかな？ちょっと上見切れちゃってますけどね。そしたら、生ける順番に特に決まりがあるわけじゃないんですけど、私は普段こうやって、パンパスグラスのような主役のものをまずベースとして生けてしまって、で、その後に準主役級のものを生けていくんですけど、今日の花材ですと、ダリアと羽毛ゲート、2種類とも結構立派な花なので、どちらも準主役として成り立つと。で、普段生けてるようなサイズの小さいお花ですと、全部入れると下の方がもっさりして空間が取れなくなるんですけど、これだけ今日は主役の線が伸びやかなので、これぐらい立派なお花が入ってもきちんとお互い空間取れるんじゃないかなと。そうやって全体の作品サイズに応じてこうやっていろんな種類の花を増やしていくとどんどん華やかになりますし、逆に今お伝えしたように少しサイズの小さいものですと準主役同士が喧嘩してきて華やかというよりはなんだかこうもっさりとしたお花になってしまうので、そんなところも参考にしていただければと思うんですけど、じゃあ今回はダブルキャストですね。2種類の準主役をどうやって求めるかというところでも、お伝えしていこうかなと。ということで、まずはこちらの羽毛ゲートを生けていく。これまたパンパスグラスにぴったしですな。秋ですな。1本目はとりあえずこの辺り。で、この子は準主役なので、主役よりは低めに押さえていけています。そしたら2本目3本目はこの高さより少し押さえながら長短をつけていけていきます。ちょっと中心部分寄りましょうね。最後3本目は足元付近。こんな感じで3本それぞれの高さに変化をつけて、結んだ時に不等辺三角形になると綺麗なバランスでいけられます。で、そしたら続いて2人目の準主役の子。こちらのダリアを生けていくんですけど、もう羽毛ゲートで結構ワサワサっとしてるので、今日は3輪じゃなくて2輪でいいかな。奥行きに入れたら3輪入るか。この辺にもチラ見せでいけると綺麗かな。そんなところでですね、このダリアもそれぞれ高さに変化をつけたり、あとはこの羽毛ゲートでも意識したんですけど、縦にまっすぐとか横にピタッと並ばないように変化をつけてるんですね。ですので、ダリア2輪もこんな感じで縦にピタッと並んだりとか、今申し上げたように同じ高さにならないように、あとは準主役のこの子がいるので、この子と高さが一緒になったりしないように、ちょっとずつでもこんな感じで変化をつけていくと、今これだけでもどうですかね、ちょっとバランス的に綺麗じゃないですか。そんなところでこういった存在感の強い準主役級のお花というのは、バランスを見ながら生けていくと良いかと思います。ということで、まずは1輪目。なるべく高さが被らないようにと、あとはお花同士が密着して窮屈に見えないように、できるだけお互いの空間、間合いを意識しながら生けていきます。あとですね、今回のこのダリアの難しい点としては、くるっと回していくと、こちらペタッと花の裏の面が見えますよね。で、こっちに持っていくと、正面がベタッと見えてしまう。で、造形的なうちの流派では現代花なんて指導してるお花ですと、この美しい花の面をポンと見せると、すごく象徴的なお花になるんですけど、自然っぽいお花ですと、花の向きというのは少し傾いてた方が、味わいとかが出るんですね。で、また真横がベタッと向いていてもおかしい。ちょっと後ろを向かせるでも、この正面の部分が見えたりとか、うなじベターより、こんな感じでチラッと見えた方が色っぽいですよね。ということで少し角度を意識しながら生きていくと良いです。とりあえずこんな感じかな。もう一本もせっかくだから少し奥行き、この辺に裏がちらっと見える感じで生けていきましょうか。これも色っぽいんじゃないかな。OK、こんな感じかな。そしたらもうこれだけでも華やかなんですけど、この辺まだ少し透けてるので、窮屈になりすぎない程度に、こちらのバーノニアを混ぜ込んでいく。
で、今この器に盛られているのは主役と準主役ですよね。映画とかではもちろん外せない役だと思うんですけど、その他の脇役やエキストラもいないと成り立たないですよね。ということで、このバーノニアとワレモコウは私の中では脇役に位置するんですけど、そういったものをふわふわっと混ぜ込むことで、料理で言うとつなぎですね。今入ってるメインの食材たちをより輝かせながら作品全体としても一体感を出していくと、そういった大切な役割を担っているお花ですね。ですので、こういう小花系、あまり主張の強くないものを混ぜ込むとぴったしです。そしたらこの辺をパラパラっと混ぜ込んでいく。口元にもねじめの植物がないので、今日はこのバーノニアでいけていきましょうか。奥行きにもチラ見せ。あとはこの辺も今寂しいので、1本高いのを足していきます。このまんまだと逆にワサワサしてうるさくなっちゃうので、適当なところを落としていくんですけど、この落とした部分は後からまたちょろっといけれるんでね。この先端のいいとこだけ使っていこうかなと。で、つなぎとしてはもう十分なので、これでまとまってるんですけど、最後にこちらのエキストラ、ワレモコウを生けて完成にしようかなと。もうこのお花結構いっぱいいっぱいだと思うんですけど、この子は主役級のお花たちを邪魔せずに、一気にふわっと秋らしい華やかさを演出してくれる、そんな花材なので、これも混ぜ込んで完成にしたいと思います。で、このまんま1本ではさっといけると散漫な印象になっちゃうので、これも適当な枝分かれしてる部分でまずは落としていく。付け枝で落とすとどうしても短くなっちゃうんですけど、1本は元の軸から伸びてる状態で、こんな感じで長い1本として取っておくと高い位置にも生けられるのでおすすめです。そしたらこれをパラパラっと混ぜ込んでいく。ちょっと画面引きましょうか。秋草は混ざれば混ざるほど渋い華やかさになってくるんですよね。ここがまた私大好きなんですけど。ワレモコウは何本あってもいいですからね。ただ今画面で見るとちょっとここがだらっと見えるので、少し落としてメリハリをつけるっていうのもありかな。それは最後後でチェックしながらやっていきたいと思います。ということで最後にこちら長く残しておいたものを生けて完成。これは奥行きの高い位置に生けていこうかな。よし、これでいかがでしょうか。これで秋のお花5種類を使った華やかな今の季節のお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。